ベラルーシとの国境の移民危機でポーランド国内は揺れています。密入国して森で行き場を失った移民に手を差し伸べるのか、押し返すのか。馴染みのない難民移民の到来に戸惑う一方、救助に当たる地元住民にはヘイト攻撃の刃も向けられています。動揺と分断に直面するポーランドの社会の姿をお伝えします。こんにちは、ジャーナリストの村井祐介です。オランダのハグからお伝えしています。このベラルーシルートの動画の2本目でご紹介をした、ポーランドの国境の町ハイヌフカに住む、女性ボランティアに対して今ネット上で激しいヘイト攻撃が起きています。まずその動画からご覧ください。ツイッターのタイムラインにすごいのが流れてきて、この動画、傘が映ってる、私がインタビューした、カシャバッパが映ってます。どういうことなんだろうこれ。なんか映画のトレーラーのような作りになってます。ポーランド語のニュースサイトにやはり傘の顔写真が大きくなっています。記事の中でもこんなに大きく書かれてまして、これを英語に自動翻訳すると Be wary of teary tales that are manipulated、涙を誘う作り話に気をつけろというような意味だと思います。ツイッターのタイムラインで見つけた動画を彼女に送って今やり取りをしているところです。彼女は裏切り者だということで SNS 上では、彼女に対するヘイトが湧き起こっているそうです。彼女の自宅の写真もネット上で晒されているようです。彼女に対するネット上の攻撃を検証した地元の独立系調査報道サイトオコプレスによると、発端は11月22日夜、地元テレビ局 TVN24 が放送したドキュメンタリー番組でした。彼女の移民救出活動が取り上げられたんですが、系列の有料ネット局で流れた関連インタビューで、彼女が移民は6日間も泳いでいました、日中は冷水の中で、夜は陸に上がってといったような発言に対して、そんなの不可能だ、嘘だという批判が翌朝からネット上で湧き上がりました。政府寄りのメディアが相次いで彼女の発言の信憑性に疑問を呈する記事を掲載しました。次に彼女の個人情報をネット上で調べ上げて中傷する動きが広がりました。People started doing research, internet research on me, and they found my profile pictures from Facebook, which are available, you know. Gradually, I was attacked, not for the program itself, but for who I am. I had information from my friends who saw some of the, because almost everybody saw the hate. And they told me that even the photo of my house was published somewhere. Even the names of my family members were published somewhere. Even the school where I work started receiving emails that I'm a traitor. 公共放送局 TVP のニュースチャンネル TVP インフォが彼女がベラルーシ系少数民族の出自であることを取り上げた記事を配信したり、局幹部や与党議員がツイートしたりして拡散しました。And they said that I'm a Belarusian, so I'm a spy of Lukashenko, working against the Polish country. That I am the traitor. Undermining my stories, taking out just a few seconds of an interview and saying that I'm Belarusian. Because if I say stories like this and I'm a Belarusian, it means that I'm nobody that should be listened to. ベラルーシ系少数民族はベラルーシとの国境地帯を中心に約5万人住んでいます。カトリックが主流のポーランドですが、東方正教会の教会がたくさんある地域でもあります。カシャの一件はベラルーシ系少数民族の間に衝撃を持って受け止められ、ベラルーシ系9団体が共同声明で懸念を表明する事態になりました。ナレウカという村の役場に勤めるヤン・ホムチュクさんもベラルーシ系少数民族の出自で、今回の一件に衝撃を受けた一人です。Belarusian or Ukrainian minority and discrediting her words from this point of view that she belongs to the Belarusian minority is a very bad thing, awful thing, and it should never happen in public television.
We are in an open community, and for me and for my wife, there is no problem to speak, frankly speak about my or my wife belongingness to the minority, and that's why maybe this hate was for me such unexpected. We are living here from many years, for 100 years. So only the border was made by the politicians here, no, here left, not here right, and so on. Like in many places in Europe and in the world. So. どうしてこんなことが起きてしまったのか、私は大きく2つ理由があるというふうに思っています。一つはその移民問題が非常に世論を分断して動揺している最中に起きた出来事であること、これはまた後ほどご説明しようと思うんですが、でもう一つはその政府によるメディア統制が非常に強まる中で、独立系のメディアに対する攻撃材料になってしまったという点が挙げられると思います。で今回その最初のドキュメンタリーを放映した TVN24 はアメリカのメディア企業ディスカバリーの傘下の放送局で、政府と距離を置いた報道をとっているという立場です。一方でその他社への批判の急先鋒にもなった TVP、 これは公共放送なんですけれども、政府与党の非常に強い影響下にありまして、政府与党公共放送を挙げた TVN24 潰しの攻撃材料になったという点があると思います。でその TVN 対政府という関係はまだずっと続いてまして、この12月にも、与党が主導する議会で、自国メディアに対する外資規制を強めるという法案が可決しました。でこれはアメリカ系メディアの傘下にある TVN24 潰しというふうに見られてまして、全土で抗議デモが起きるといった、非常に政治の焦点になるような案件になってまして、最終的にはそのアメリカ系企業だということで、対米関係に配慮したという形で、大統領が拒否権を発動するという形で、法案自体は施行はされていないんですけれども、そういう非常に大きな政治的焦点の中に他社の一件というのも位置づけられるというふうに私は思っています。次にポーランド社会と移民問題について考えてみたいと思います。まず簡単にこれまでの経緯を振り返りますと、ヨーロッパで移民難民問題というと、ギリシャからハンガリーを経てドイツへ、あるいはイタリア、スペインという地中海から北に向かっていくルートというのが現場になってまして、そこに地理的に距離があるポーランドからすると、遠い世界の出来事という形で受け止められてきました。で実際2015年に欧州難民危機が起きて、で EU が加盟国にその受け入れを割り当てた時もポーランドは最後まで受け入れなかったという経緯があります。で、移民危機、そして、テロ攻撃が相次ぐ中で、ヨーロッパ各国で、右翼あるいは極右政党が台頭していく中で、ポーランドも、右派の、モラヴィエツキ政権がずっとこの間は続いてきていまして、でその中で突然森の東側からポーランドに直接移民が押し寄せてくるという事態になりました。で最初はリトアニア、ラトビアに向かった移民がポーランドに直接来るようになったのが8月頃です。でその時からその移民への支援あるいは拒絶という2つのベクトルがポーランド社会の中で表面化しました。でこの8月アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが政権を掌握した時期で、アフガニスタン人をどう救出するのかというのが国際的な焦点になっていました。でポーランドも NATO の一員として現地に兵を出していまして、およそ900人をアフガニスタンから救出しています。で中でもオポーレ大学が、これまでの留学生とかゆかりのあった人たちを助け出すという救出劇が、ポーランド社会でも大きな関心を集めていまして、その当時救出されたアフガニスタン人の青年は私にこんなふうに話しています。There was really horrible situation on that exactly time. There was gun shooting. They were shooting on people in order to separate people from each others because there were rush of people, a number of the people that they wanted to leave Afghanistan, those that they had official documents and as well as those that they had non-official documents. My sister got hurt from the people because when she wanted to pass and cross the door or cross the door, so number of the people were available there,
So just she fell down to the ground, and the people were walking over her. So when over her, yeah, she was laid down. Yeah. And when I saw this, I was just crying that what is happening to my country? Why people are just leaving this country? Eventually, it was 5 p.m. that we were able to find out the Army of the Poland. They hosted us very well, and we're really thankful for all the things that the government of the Poland has done for us. でちょうどこの頃、ポーランドの自国の国境で、ベラルーシから大勢の移民が押し寄せる事態が始まりました。15歳の少女を含むアフガニスタン人32人が、ポーランドとベラルーシの国境当局にの睨み合いの中で、ずっと野宿を続けるという事態が報じられまして、で、片やそのアフガニスタン人を救出する、で片やアフガニスタン人を国境の外に追い出すというあまりに対照的な事態が同時並行で起きていて、政府に対する、非人道的だという批判が湧き上がりました。でポーランド政府は強権的な対応に傾いていきまして、9月2日に非常事態を宣言して、国境に軍を派遣すると同時に、国境3キロ圏内にメディアや NGO の立ち入りを禁じるという措置を取りました。で10月14日に国境で移民難民を国境沿いに押し返すプッシュバックという措置を合法化する法案が成立しました。でこういう動きに対して、政府批判の動きも高まっていきまして、10月17日、ワルシャワとか、他の町で数千人規模の、移民への支援を訴えるデモ行進が開かれました。そのデモの呼びかけ人の一人で、ポーランドにおける市民活動の草分け的存在ともいえる欧州議員のヤニーナ・ホイスカ氏は、私の取材にポーランドの人たちの難民への意識が変わりつつあるという手応えを語っていました。I think, that before Poland was very against the refugees. Yeah. Polish government also since 2015, and now this what happened now on the Polish-Belarusian borders, I am sure it will change the mentality of Poles towards refugees. でこうした風向きが変わったのが11月16日、ポーランド国境のクジニツァでベラルーシ側から移民が投石をしてで、鉄条網を壊すというような動きがあって、それに対してポーランドの国境警備隊が放水で応対するという非常に暴力的な映像が連日メディアで報じられまして、でその後11月20日にまた移民を支援するデモがワルシャワであって、私も取材に行ったんですけれども、ちょうど先ほどの議員の秘書をしている男性とばったり会いまして、彼はそのデモの印象をこんなふうに話していました。Say that today it's only a half of people which were a month ago. It has become more controversial because of what's happened in Kuźnica. So maybe it's not that obvious for everyone. It was a great spectacle for government, and it was shown as a threat. The migrants were shown as aggressive people which are trying to cross the border, using every mean, even violence. But I think it's untrue, and of course it was only working for government, for their narrative to make more, to gain points in this, to present themselves as someone who's defending Poland. And we know it's the effect of rallying around the flag. We should all unite because there is a threat from east. で一方で国境に近いビアリストクの町では、極右政党が国境警備隊への支持を訴えるデモ行進を開いています。このデモを主催した極右政党国家運動に所属する下院議員の地元集会で話を聞きました。We have to build a fence. Without it, we have no really chance to not maybe fight against it, but to do something against it. Do you think Polish government or European Union should accept those migrants?
Of course not. You cannot talk with someone who holds a gun in his hand and put on you. Built in the first time defense, so you have the argument to talk with him. Because when defense is there, the migrants cannot go through. You can say, okay, now we can talk about it. こうしてですね、その移民を支援するのか移民を押し返すのかというところで、ポーランド国内の世論が分断をして対立が深まっていく中で起きたのが今回の、カシャガープさんに対するヘイト攻撃だったというふうに言えると思います。でそもそもポーランドにとって移民難民問題というのはどういう問題なのか、移民問題に詳しい、オポーレ大学の上級講師にお話を伺いました。Poland is silently becoming this immigration country only recently because we don't the public attitudes are not very favorable for the migrants. Our economy, and we need it. Our houses are cleaned by Ukrainians. We don't really want to talk about it. We don't. We as society. I will give you an example of I said that this refugee evacuation was a huge story, right? So it was all over the media. The government also talked a lot about this because, you know, these kind of big rescue missions, militarized missions, because, you know, that we are saving lives over there. You always feel good about this, right? The narrative about evacuation was the one that was needed to underpin what happens right now with closing the border, pushbacks, and the narrative of fighting the war with the Belarusian regime and trying to save the country from the irregular migrants who are possibly a threat. The narrative has it, right? Possibly a threat. You know, we have Islamophobia without Muslims in Poland, the same way we had anti-Semitism without Jews after the war, especially those who we've never met, and the Islamophobia and the link to the terrorism is very intensive here. で私がポーランドで取材している1ヶ月半の間にいろんな方々にお話を伺ったんですけれども、町の人たちの意見も複雑な思いがあるという感じです。The refugees desire to ask political asylum in Poland. Yes, the Polish government must give them the possibility to ask for asylum, but I'm not sure the migrants that's what they want. We think they want mostly to go far away from Poland, to go to Germany, to Holland, to France, to United Kingdom, you know. Need to solve it urgently. It is something we cannot accept in Europe, in Poland. We cannot tolerate the fact that any human being is left to death, no matter why they came, whether they have the refugees actually can apply for asylum or not. It does not make any difference in terms of humanitarian aid. And what happens here now in Poland is that people, grassroots campaigns, people who are villagers close to the border, they are risking their life and health to help, while the state is just leaving people to die and pushing them back to Belarus. Immigrants not have go to our country because in the future will be a problem. It will be a very serious problem. Like the Germany, like today in the France. We know he wants to go to Germany, but many of him stays in our country, and will be problem. This is a very bad situation for these people, for these people trapped in forest, because they are just prisoners of the politics. This is they won't just they will slide to them. They are easy way to Europe through this forest, but this is the trap, and the winter is coming, so this is very. A lot of people could die here in this forest right now. When the immigrants, economic immigrants, have a proposition to stay here and live here, they don't want, because our country is not so rich and proposes them only basic help, not very good financial proposition.
たまたま通りがかったところで貧困層に食料品を配っているグループに会いました。たくさん、ホームレスの方とか貧しい方が集まってまして、コロナでだいぶ人数も増えたとのことでした。耳の関係で話を聞いた地元の方が、ポーランドそんなに豊かな国じゃないのであまり受け入れる余裕がないというようなことをおっしゃっていましたけれども、その現実の一端を垣間見た気がしました。どうも最後までご視聴ありがとうございました。このベラルーシルートのポーランド編、一旦ここで一区切りにしようと思います。取材自体は続けていきますので、また失業日を見て配信は続けていきたいというふうに思っています。どういう動画を作ろうかというのは毎回本当に手探りで悩みながらやってまして、ご覧になったお立場でこういうとこが良かったとか、ここら辺はいらなかったなと、いろいろお感じになるところがあれば、ぜひご意見をお寄せいただけると次からの参考にさせてあげればというふうに思っています。で、あとチャンネル登録、これは大きな励みになってますので、ぜひぜひしていただければと思います。じゃあ次の取材に向けてちょっと準備を始めます。